皆さん、こんにちは。アイジュンです。この動画にお立ち寄りいただきありがとうございます。今日は宇宙からのサインの受け取り方についてお話ししたいと思います。私たちが日々日常を過ごしている中で、宇宙やハイヤーセルフ、天使、竜、神様などの高次元の存在たちは、私たちにいろんなサインを送ってくれています。そのサインに気づいて、その導きを生かしながら行動していくと、今までずっと悩んでいた悩みが解決したり、物事がスムーズに進んだり、自分の願いがどんどん叶うようになるのです。そこで今日は宇宙からのサインにはどんなものがあるのか、宇宙からのサインを受け取るにはどうすればいいのかをお話ししていきたいと思います。まず、宇宙からのサインとは何なのかについてお話ししたいと思います。宇宙と一言で言っていますが、これはハイヤーセルフ、天使、竜、神様などの高次元の存在のことを言っています。この高次元の存在たちからのサインは、自分自身が幸せになる方向を教えてくれるものなんです。あなたが幸せになるのはこっちの方向ですよ。そっちに行けばワクワク楽しいことが待っていますよっていう、行けば幸せになれる方向を教えてくれるものです。この宇宙からのサインを受け取って、その方向に進んでいけば、こんなに簡単に叶っちゃっていいのとびっくりするくらい全てがうまく動き出します。こんな夢のような宇宙からのサイン、あなたも受け取りたいと思いませんか？それでは次に、宇宙からのサインには実際にどんなものがあるのかをご紹介します。1、自然現象や周りで起こる出来事。これは例えば、出かけようとしていた日に雨が降ってきたり、体調が悪くなってしまって出かけられなくなったとか、目的地に行くときに事故や渋滞などでなかなか目的地にたどり着けないとか、これは今日はそこに行くべきではないよっていうメッセージかもしれません。あとは自然現象で言うと、これは私によくあるんですけれども、何か悩みがあって答えが欲しかったりするときに、ふと空を見ると竜雲があったりして、それを眺めていると、パッと答えが頭に浮かんできたりとかすることもありました。他には虹とか彩雲、ハロなどの自然現象も宇宙からのメッセージで、これらは頻繁には見ることができないレアな現象であることから、あなたにもすぐいいことが起こりますよとか、あなたの願い事が叶いますよということを教えてくれています。2、パッと目に入ったもの。街を歩いていて、パッと目に入ってきた看板とか、ふとパラパラーとめくっていた本の中に気になる言葉が出てきたりとか、何気ない時にパッと目に入ってきて、心が動いたものもサインだったりします。3、ふと感じる感覚や違和感。これは理由はないけれども、ふとそう思ったとか、いつもはそう感じるわけではないのになぜかその時は違和感を感じるとか、これも宇宙からのサインです。私が前にあったのは、家を出てからなんか戻った方がいい気がして戻ってみると、電気がつけっぱなしだったとか、エアコンを切り忘れていたとか、部屋自体に異常はなくても別の忘れ物に気づいたとか、思わぬところに意味があることもあります。4、直感。これも先ほどのふと感じる感覚や違和感に似ているところもあるのですが、どちらかというとひらめきになります。今日はなんとなくこっちの道を行ってみようと言ってみたら、今の自分に必要な人に出会ったとか、お風呂に入ってリラックスしていたらいいアイデアが思いついたとか、思考せずにふと浮かんできたことが直感で、その直感に従って行動すると大体うまくいくことが多いです。5、シンクロニシティ。シンクロニシティとは、心理学者カール・ユングが提唱した言葉で、意味のある偶然の一致という意味です。因果関係のない2つの出来事が偶然とは思えない形で同時に起きることを指します。
例えば、しばらく会っていない友人のことを考えていたら、その友人から連絡が来たとか、同じようなタイミングで同じようなことを考えていた相手と同時に同じ言葉を発したとか、一見それぞれバラバラに起こっている2つの出来事が実は同じことを指していたということです。6、数字。これは数字を通して送られてくるサインです。実際に目に見えて入ってくるので一番わかりやすいかもしれません。まず自分のラッキーナンバーを決めます。例えば私のラッキーナンバーが1番だったとすると、迷った時にこれが正解っていう時は1番の数字を見せてくださいと宇宙にオーダーします。オーダーするというのは意図するということです。そうすると時計の数字とかレシートとか道行く車のナンバーなどで示してくれる時があります。あとはエンジェルナンバーとも言われるゾロ目も宇宙からの強いメッセージです。数字にはそれぞれ意味があり、同じ数字が並ぶほどメッセージ性が強くなります。以前にゾロ目に関する動画を出しているので、数字の意味など気になる方はそちらをぜひ参考にしてみてくださいね。7、いつもと少し違う出来事。いつもと違う出来事が起こった時も宇宙からのサインです。いつもはこうなのになぜか今日は違うっていう時に、これはどういう意味なんだろう、なぜいつもと違うことが起こったのだろうと考えてみると、なるほどと実はそこに裏の意味が隠されているかもしれません。こういった感じで宇宙からのサインを7つご紹介してみました。これらは本当に一例なんですけれども、他にも夢だったり、誰かの言葉だったり、私がよくあるサインとして耳鳴りとか、いろいろなサインがあります。ポイントとしては、その出来事に対してあなたの心が反応したものというのが宇宙からのサインです。それでは具体的に宇宙からのサインをどうやって受け取ればいいのでしょうか。宇宙からのサインを受け取る一番の方法は、身の回りに起こる出来事や小さな偶然を単なる偶然と思わずに必然と捉えるということだと思います。すべての出来事が起こるべくして起こっているということに気づくと、何か見えないものに導かれているような、動かされているような不思議な感覚になります。そうすると、関係ないと思っていた事柄の点と点がつながり、線になって一つの方向に流れていき、最終的に自分の役割や使命などに気づくこともあるのです。一つ言っておきたいのは、何でもかんでも起こることに意味付けをする必要はありません。その時に自分の心が動いたものがサインです。そしてそういったサインにしっかり気づけるようになると、生活自体が面白くなり、起こる出来事に無駄なことは一つもないことがわかるようになります。そうなると、たとえ不利な状況になったとしても、今自分に必要なことを助けてくれる何かがあると絶対的な安心感が得られ、目の前に起こることを楽しめるようになります。そして結果的に一つの物事を違う角度から眺めることができるようになることで、精神的な進化につながり、本当の意味での幸せを感じやすくなるのです。宇宙からのサインは365日いつでも誰にでも届けられています。それを気づくか気づかずに見過ごしてしまうのかはあなた次第です。少しでも多くの皆さんがこの宇宙からのサインに気づいて、ワクワク楽しく幸せな毎日が過ごせるよう、この動画が参考になったら嬉しいです。今日の動画はここまでとなります。よければぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。